こんにちは。東京限界多肉です。懐かし特集の第2弾ということで、今回は遮光について紹介します。前回の動画で葉焼けを予防する方法の一つに遮光があるとお話ししました。私はズボラなので正直あまり遮光はしたくないです。ただそうも言ってられないくらい最近の日差しは強いです。そのため私が考えた一番楽に遮光をする方法をお伝えします。では早速本題に入りましょう。昼間は暑すぎるので今夕方に撮影しています。今のうちに遮光してしまいましょう。ではこれから3秒で遮光します。できました。なんて楽なんでしょう。ちょっと右上がフレームアウトしてましたね。この後ちゃんと説明していきます。この方法すっごく簡単なのでおすすめです。まず用意するものは寒冷紗、それと切るためのハサミ、そして洗濯バサミになります。実際に私が愛用している寒冷紗は概要欄にリンクを貼っておきます。1000円くらいで買えます。すいません、後ろに猫が映ってます。素材はこんな感じです。網目状になっていて、水や空気は通す素材になっています。先端はこのように処理されており、自分でカットするとこんな感じになります。簡単にはほつれてこないです。張りがあってしっかりした素材です。破れたりもしないので結構丈夫だと思います。では手順を説明していきます。まず寒冷紗を遮光したい部分よりちょっと大きめにカットします。この時使うサイズより2倍3倍の大きさでカットしておくと、それを折りたたんで二重三重にすることで簡単に遮光率を上げることもできます。カットできたらまず多肉棚の端に寒冷紗を洗濯バサミで留めます。次にもう片方も棚に洗濯バサミで留めます。これで遮光は完成です。使わないときはどちらか一方にくるくるとまとめて洗濯バサミで留めます。たったこれだけです。これであれば雨や曇りの日は一瞬で遮光を外せます。梅雨の時期にも活躍する方法だと思います。よく遮光ネットだとロープを巻いて取り付けるタイプのものがあります。ベランダの場合、片方は手すりに巻きつけるとしてももう片方を巻きつける場所がなくてすっごく困るんですよね。多肉棚に巻いたら強風が吹いた時に棚が倒壊する可能性が高いです。それと遮光ネットはカットせずに使うものが多いので、寒冷紗の方が簡単に好きな大きさに切れるので気に入ってます。遮光率が物足りない場合は二重三重にするのも OK です。ちなみに遮光はやりすぎない方がいいです。遮光ネットは遮光率が 50% など高いものが多いですね。あまり遮光しすぎると徒長したり、遮光ネット自体が熱を持って中の温度が上がる可能性もあるので、適度な遮光をおすすめします。葉焼けのしやすい場所については前回の動画で紹介しているので、まだ見ていない方はチェックしてみてください。暑すぎて外に出るのも辛い時期です。お手軽な方法で楽して多肉ちゃんたちを守っちゃいましょう。以上、簡単な遮光の方法についてでした。実際皆さんは遮光ってしていますか？環境によっては全く遮光しなくても夏越しできる場合があると思います。遮光しているかどうかとっても気になるので、ぜひコメント欄で教えてください。それでは行きましょう。あのコーナー。今日のピックアップ多肉第2回です。どの子を紹介するかとっても迷ったのですが、今日紹介するのはこの子です。リエール苗のハニーピンク。
かわいい。もう名前からして絶対かわいい。もちろん見た目もかわいいです。もう8月に入ってすっかり夏なんですけど、まだピンクなんです。結構ピンク色じゃないですか？すっごく可愛いんですよ、この子。私ツイッターにも何回も写真投稿しちゃってます。もうどの季節でもついついこの子ばっかり見てしまうっていうぐらい可愛いんです。いやー、美しいですね。プレステラ90に入っています。葉っぱは少しムチムチっとしてますね。比較的厚みのある葉っぱです。冬はもっと赤くなります。でも血のような赤さではなく、あくまでもピンク色って感じですかね。本当にいつ見てもこの子は可愛いです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは庭やハウスがない限界ギリギリのベランダでも多肉を楽しむ方法を発信していきます。ちょっとでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また皆さんのコメントが本当に励みになります。いつもありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。